竹千代のお帰りはあちらでないとということで、今週も始まりました竹千代ラジオのお時間でございます。もう早速テーマいっちゃいましょう。2025年4月1日からマニュアルの免許教習が改正されますということで、いろいろ賛否両論あるんじゃないかなとは思いますが、まずはおさらいをしていきましょう。今まではマニュアル免許と AT 免許がそれぞれ分かれておりまして、各それぞれ技能教習、学科教習、卒業検定ってありました。 AT 免許の方に関しましては技能教習が31時間、そしてマニュアル免許の方が失礼しました、マニュアル教習の方が34時間と、そして卒業検定、免許センターで試験を受けて免許発行という形で間違いないでしょうかね。私の時は免許センターに行って100問テストを受けて合格したら免許発行っていう覚えがあります。はい。で、今まではずっとそのような形でやっていたんですが、4月1日からですね、マニュアル免許の34時間がスパッとなくなっちゃう感じなんですよね。じゃあマニュアル免許はもう取れないのって思っちゃうじゃないですか。私も最初見た時にそう思ったんですけど、マニュアル免許自体は、まだというか残るっていうか、ごめんなさい、こういう時にどん詰まってしまうのがね、私の癖でございますが、ただしかしこれもですね、全てダダ漏れというか垂れ流しでいきます。これも私ですね。でも脱線するからやめとこう。はい。というのもどうなっていくかと言いますと、オートマ免許の31時間、これは継続的に続いていくわけなんですが、マニュアル車を希望する場合に最短で4時間 MT 教習を受けて合格すれば晴れて証明書がもらえるっていう形らしいんですよ。これ正直ですね、4時間っていう最短の時間で取得するっていうのはちょっと難しいかもしれませんね。もちろん最低っていうふうに記載がありましたので、最短ですね、失礼しました。最短という記載があったので、もちろん4時間でダメだった場合、教習官の方が「いやもうダメですよ」って証明書合格通知を出さなかった場合は、延長っていう形で多分受けられるとは思うんですよ。しかしその延長に追加料金みたいのが発生してくるかなって思ってます。そもそもなぜこの改正があったのかあるのかって気になりますよね。私もすごい気になって調べてみたんですけど、なんとドライバー不足が影響してるみたいなんですよね。そのドライバー不足を解消するために4月1日から MT、AT 免許の改正を行う。特に MT 免許の改正って言っても過言ではないですよね。で、もう一つ理由がありまして、昨今 MT 車っていうのはどんどん少なくなって衰退していっていると思うんですよ。対して AT の車の方がどんどん普及率が上がっているっていう状態で、それも影響を及ぼしているというかあるみたいなんですよね。確かに言われてみれば MT 車っていうのはどんどん衰退していっていずれはなくなっていくのかもしれないんですが、対して AT の方が普及していくと、MT 免許っていうのはいずれは必要なくなるんじゃないかっていう発想があるのかもしれませんね。これは先を見通してのことなのかもしれません。しかし、あるかもしれないですね、いろいろと。で、そこで私個人的に気になるなって思ったのが、多々ございまして、これ皆さんにも意見をお伺いしたいと思いますので、もしよければですね、コメント欄の方にコメントをどしどしよろしくお願いします。この4月1日から MT 免許改正についてどう思うかっていうのをちょっと募集してみたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
で、私が懸念しているというか気になるなと思っているのが、まず最短で4時間希望者に限り MT 教習を受けて合格しますと、証明書が発行されますよっていうことなんですが、この4時間っていうのがなんとね、路上教習もしないみたいなんですよ。基本的にはこの教習所内のコースってあるじゃないですか。あの中で4時間教習をやるっていうふうに書いてあったんですよね。もちろん今現時点3月の何日だ、今日は23日24日の夜なんですけど、その時点ではまだこんな感じですよって感じなんですが、まだね、今後先いろいろと変わってくるかもしれませんが、そのね、4時間で教習所内で覚えるっていうのが今後、例えば、証明書が発行されて免許が発行されたとするじゃないですか。いきなりですよ、路上に出てマニュアルをドーンと運転していくわけなんですが、いや、そこで大丈夫かなって思っちゃうんですよね。もちろんその事故の発生率ですとかその他もろもろあると思うんですよ。31時間 AT 車の教習を受けていて路上教習もやっている中でのその後に MT 教習4時間っていう形で組み込まれておりますので、基本的な動作ですとか標識の見方、あと人がどんだけ動いてるかっていうのはある程度頭の中に入っているとは思うんですが、ミッション自体が全く違くて、マニュアル車っていうのは左足も使ったり左腕も使ったり、もう両手両足全てを駆使して運転するっていう形になりますから、そのあたりで AT と差が出てしまって、しかもそのままポーンと路上に出た時にちょっとね、運転しづらいというか事故発生率とか大丈夫かなって思ったりしちゃいますね。なので極端に言いますと、その最短で4時間っていうことに関しましてのその4っていうキーワードがどういう意味合いできたのかなって思ってしまいますし、仮に4時間以内で取れなかったとしたら追加料金発生して1時間あたりいくらですよっていう形で延長教習っていう形でやっていくのか。いや、もし延長料金が発生してどうのこうのってなってしまったとしたら、より一層 MT を取る必要がないなとか、いや MT 無理だよ、もう取るのやめたっていう風になってしまい、結局は MT 免許を取るっていう概念がどんどんなくなっちゃってしまうのかなと思うので、私個人的にはすごく寂しいなって思っちゃいますね。まだまだ MT 車っていうのはもちろん新車で MT 登録っていうのは衰退してってるとは思うんですが、現行で MT 車っていうのはまだまだありましてね、これからも MT 車に乗っていこうかなっていう方もたくさんいると思うんですよ。その中で今回の4月の改正に伴って MT 免許の普及率っていうのも今後は衰退していくのかなとは思いますがね。ただ私個人的にはずっと MT 車を乗っていて MT 乗りとして車を乗るのは楽しいですよっていうのをちょっとアピールしたいっていう気持ちもありますから、この改正に関しまして気になるところはちょっとMT が衰退していくのは寂しいなっていう気持ちは、正直ねありますね。でそれから理由なんですよね。ドライバー不足、そして AT 車が普及していったからっていう理由なんですが、これもし私の情報が間違えていたら申し訳ないんですが、その理由があるっていうことで、単純に考えますとドライバー不足の原因っていうのは何でしょうね。その AT、MT っていう概念が大きな理由なのかなってちょっと疑問に思ってしまいますね。どちらかというともっと根本的な本質があるんじゃないかなと思うんですよ。その本質を深掘りして改善していかないとドライバー不足っていうのは改善していかないのかなって個人的には思うんですよね。給料の問題ですとかその他もろもあると思うんですが、そのあたりが大きな問題になっていて、そこを解消したらひょっとしたらドライバー不足っていうのが解消するのかなって
正直思っちゃうんですが、ちょっとその統計データとか知ってみたいなって気持ちがあります。それから AT の普及率が高くなってきたっていうのは、大型トラックとかトラックの話になってしまいますが、失礼しました。ちょっとゲップが出ちゃったあのね、昔というか今まではトラックっていうのは MT 車が主流だったんですよね。でここ最近オートマでのトラックも多くなってきましたので、そのことを言っているのかなとは思っているんですよ。ただですよ、そこも一つ気になることがありまして、現状 MT 車 AT 車 MT 車 AT 車って場合いっぱいあると思うんですが、大きな車両っていう括りにしますと MT、AT って関係ないんじゃないかなと思ってるんですよ。基本的には1車両あたりドライバーさんが1名もしくは助手席に1人乗って1名から2名乗車っていう形になるので、人口密度として計算した方がいいのかなって勝手ながら思ってます。ということはですよ、教習所でAT、MT っていう教習を今まで選択して受けているわけじゃないですか。通ってる人口密度っていうのは変わらないと思うんですよ。でさらに出口で免許発行っていう払い出しの人口密度人数っていうのもそんなに変わらないとは思いますので、そこでわざわざ MT をなくしたりですとか衰退させるっていうことは教習としてはいや特に意味がないんじゃないかなって、個人的には私の意見としては思っちゃうんですよね。ちょっと私の発言が意味不明なことばっかり言ってるかもしれませんが、もしね分かりづらかったら、それでもいいですよ。分かりづらいよバカ野郎ってね言っていただければと思います。はい、ということで簡単ではございますが、2025年4月より MT 教習の改正が行われますということで、ちょっと議題というかテーマとして話させていただきましたいやーどうなるんだろうね。そういった各々意見ですとか思うところがあるかもしれませんので、ぜひぜひコメントよろしくお願いいたします。竹千代トラフィックインフォメーション、ここで渋滞情報のお知らせです。交通感染センターの神奈川竹千代さん、よろしくお願いいたします。神奈川竹千代です。首都圏の道路はおおむね順調に動いております。首都高3号線三軒茶屋付近でキングコブラが2匹侵入したということで3キロ渋滞しております。渋滞通過には約4分かかる見込みです。東名高速上り綾瀬スマートインター付近で断続的に260キロ渋滞、通過までに約2週間かかる見込みです。あとどこだろうな、山陽自動車道三好インター付近を先頭に30キロ渋滞しております。渋滞の原因は豚が脱走したということです。それから大阪環状線ってあったのかないい加減でございません。名神高速吹田付近でトラックが横転し、そこからみかんが70個落ちたということで渋滞が発生しています。渋滞通過に約60分かかる見込みです。以上交通情報でした。神奈川竹千代さん、ありがとうございました。運転には十分にお気をつけください。はい、ということでこの交通情報も結構いい加減なこと言っておりますが、これはあくまでもですねリアルタイムの情報ではなく、私竹千代の世界でのお話ということでご了承いただければと思いますし、ご理解のほどよろしくお願いいたします。決してねリアルな現実情報で言ってるわけではございませんからね、あらかじめご了承ください。そしてですね、第1回目の竹千代お帰りはあちらでないとのお時間でですね、なんとお便り3通いただきましたのでお読みさせていただきたいと思います。お読みさせていただきたいと思いますってなんだろうね、ちょっとよくわかりませんが、どこにありますかね。ちょっと待っててくださいね。最近
うまく喋れなくなっちゃったんだよな。なんでだろう。なんかね今もこうやって結構どもっちゃったりとかはしますので、なかなか難しいなとは思っているんですが、その改善というかトーク力を増そうっていうのかな、トーク力をもっと向上させようっていう下心がありましてね。でその理由で竹千代お帰りはあちらへないと復活させたっていうのは正直なところとか言っちゃった。はいということで、前回ですね竹千代ラジオでお伺いというか聞いたのが、はいこちらでございます。ありがとうございます。気軽に聞けるオールナイトニッポンみたいな感覚になりました。笑い。ありがとうございます。オールナイトニッポンっていうのはラジオでもめちゃくちゃ有名な番組でございましてね、今はもう終わっちゃったんですかね。正直オールナイトニッポンっていう存在は知っていたんですが、聞いたことがないんですよね。だからオールナイトニッポンっていうことはオールナイト朝までやっていたのかなってイメージではございますが、こういった感覚ワイ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 ガヤガヤ楽しみながら、ひとときを過ごすっていうラジオ番組だったのかなとは思いますね。そういう感じみたいな感覚になってくれたっていうことは少しでも楽しいなって思っていただけたということで私は解釈しますので、本当にねいつも聞いてくださってありがとうございます。続きましてのお便りはですね、久々のお帰りはあちらへないと、お二人の話は共通点が多く楽しめました。特に吉本先輩の本題にミニバンがなかった水は買うものじゃないは特に共感しました。お疲れ。ありがとうございます。私たちはですね、昭和生まれなんですけど、私は今回というか今年で47歳になるいわゆる氷河期世代でございまして、吉本さんはちょっと一回り年上の方なんですが、それぞれねいろいろと価値観と申しましょうか、生きた時代の流れっていうのがだいぶ違うんですよね。そこで前回お話しした時に私はですね、水っていうものはもうセブンイレブンとかコンビニに並んでいまして、天然水をグビ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 飲んで買うものなんだなっていうのを、認識し始めた頃なんですよ。もちろん子供の頃とかには天然水っていうのは確かなかったような気がするんですが、記憶をたどっていきますともうセブンイレブンとかに売っていたなっていうのがありましてね、多分もう高校生とか20歳とかそのくらいのなのかなとは思いますが、ただ吉本さんの時代に関しましては水はね蛇口をひねってガシャ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 って飲むものだったので、コンビニとかには当時売ってませんでしたよって話をしていたんですよね。それに対して共感していただけたっていうことなんですかね。あと吉本先輩の本題にミニバンがなかったっていうことなんですが、あれステップワゴンってありませんでしたっけねちょっと私の記憶も間違えてたら申し訳ございませんが、ただねこの久々のお帰りはあちらへないと楽しめましたということでありがとうございます。またね本動画でもいろいろとコメントいただけたらすごく嬉しいなと思っておりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。そして3通目のお便りでございますが、吉本さんの FK 社内から間違えちゃった吉本さんの、なんで言えないんだろう。吉本さんの FK7 社内からの放送パチ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 。レジェンド初代のレジェンドクーペですか？ソアラ、レパード、レジェンドって当時の三大ナンパ高級車の一角じゃないですか。そうなんですか。じゃあやっぱりねナンパ車だったそうなんですね。吉本さんはすごいな。私はビート、シビック、タイプ R、EP3 前期、EP3 後期、FK8 前期、FK8 後期ですね。わら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 ということで、ありがとうございます。こうやってねコメントいただけるっていうことはすごく嬉しゅうございますよね。でもねちょっとびっくりした。レジェンドとレパードとソアラっていうのは当時の三大ナンパ高級車だったんですね。確かにソアラは当時は20ソアラのカクカクした形になるんですかね。レパードも似たような形になってますが、想像すると確かに
ナンパ車の高級車って思っても、いやなんか納得ができそうだなと思って改めて勉強になりましたねそしてすごいですよね。最初は B と乗られていたと思うんですが、その後タイプ R になりまして EP3 前期後期 FK8 前期後期っていう風に乗り継いでいるわけですね。タイプ R がこう前期後期前期後期って続いてるとは思うんですが、どっかでやっぱタイプ R シビックタイプ R っていうのはもうこの車しかないっていうなんか思いがあるんでしょうかね。ビートも軽自動車にあたる車だったかな、確かオープンにできるような記憶があったので、それもそれで楽しい車だったよなと思ってますね。いや本当に3通のお便りありがとうございました。ここではっていうのもおかしいなそれではここで1曲紹介いたしましょう。こちらの曲になります。曲名は忘れました。はい、ということで、あくまでも YouTube の動画のラジオということになりますからね、ダラダラしても申し訳ないなとは思いますので、数十秒ぐらいで終わってしまった曲ではございますが、ちょっとでもラジオ感覚ラジオ風にまったりと聞いていただき、ひとときの時間を過ごしていただければ嬉しいなと思いますので、今後ともですね竹千代ラジオお帰りはあちらでナイトということでやらさせていただきますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。そして何でもいいって言ったらおかしいんですが、気になることがありましたらぜひぜひコメント欄の方にお便りください。そしてですねこの当ラジオのテーマも募集しておりますので、気軽にコメントの方にコメントいただけますと嬉しいございますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の週にお会いいたしましょう。多分毎週水曜日載せる予定かもしれません。なんでかって言ったらまだ RS が全然納車予定日の連絡も来ないんだよ。ふぐとくん。